はカローラクロスとフォレスター比較してみたということで、400万円台で買える SUV というところで見ていきたいと思います。こんな感じでいつも通りね、やっていきます。サイズ、最小回転半径、燃費、外装、内装、運転支援、ナビとかメーターとかの操作系とか、なんか情報量とか、あと快適装備で納期というところでやっていきましょう。じゃあまずサイズ、こんな感じです。フォレスターの方が 10mm 細いんですよね。これ意外でしょ。車重は260キロ重いし、他についてもフォレスターの方がやっぱ車格上だなって感じしますね。とはいえ、やっぱフォレスターがね、e ボクサーってことでその分抑えられてて、あと古いっていうのもあって、車自体がね、モデル末期っていうのもあって、400万円ぐらいで買えると。価格は一緒ぐらいですね。カローラクロスもね、400万ぐらいするんですよね。あれ、スピーカーとかいいやつつけたりしたから多分400万いったんじゃないかっていうことで、あれ削れば多分、でも400万近くいっちゃうよね、カロクロも。そっか、もうそんな時代かって話ですけど、両方とも、やっぱほとんどね、やっぱ車格なりの差があると。で、全幅だけがフォレスター抑えられてるというところでね、このクラスの SUV ではかなり優秀じゃないでしょうかね。ラブ4も1855で、ハリアーも1855で、アウトランダーも1860で、アウトバックも1875で、マツダの CX60 とかも1890とか、軒並みね、このクラスの SUV、マンションの立体パレットに収まらないんですよ。クラウンスポーツもそうだし、レクサス NX とかもそうなんですよ。だから、そんな中でフォレスター1815なのは優秀だなと思います。レイバックもね、1820とかなんで、日本にね、適したサイズになってると。スバルにはね、アウトバックがありますから、北米用のね、アウトバックと、日本用の、レイバックっていうので多分分けてんだろうけどね。で、そう。あと、エクストレールと ZRV もマンションの立体パレットに入るサイズになってると。ちなみに新型フォレスターは1835だったんで、以前 ZRV とかエクストレールよりは若干細いと。マンションの立体パレットにも当然収まるサイズというのはね、優秀だなと思います。ほんとラブ4とかね、買いたい人とか困ってるんじゃないかなって思いますね。じゃあ最小回転半径。カローラクラスは 5.2m、フォレスター 5.4m なんだ。あ、そうなんだ。意外と切れるんですね。クロストレックと同じぐらい？クロストレックとそんな変わんない？ちょっとクロストレック何メーターでしたっけ？でもフォレスターやっぱ優秀ですね。そういう意味では。このクラスの SUV だと ZRV が 5.5 だったんですよ。だから ZRV よりもちょいデカじゃないですか。幅細いとはいえね。ってなると結構切れるんだな。なんだろう。そのシンメトリカル AWD、トルクスプリットとかなかったはずだけど、E フォースみたいになんか、旋回時の内側の後輪をなんかブレーキかけるとか DRS とかもなかったはずだけど、意外とそうなんだな。スバルの車全体的にそうなのかしら。アウトバックどんなぐらいだったっけ？ちょっとそれ覚えてないんで、またちょっとね、アウトバックとかももし希望があればなんか比較してほしい車とかリクエストしていただければね、やりますんで、お願いします。じゃあ、燃費ですよね。みんな気になる燃費。これはちょっとスバリストの方ごめんなさいということで、カローラクロスは 26.2 と、フォレスター14キロと、e ボクサーとはいえやっぱ燃費はねっていう、スバルに燃費は求めちゃいかんというところとなるな。これはもうしゃあない。スバルのもう宿命。あと価格で合わせちゃうとどうしてもカローラクロスのハイブリッド Z とフォレスターのアドバンスが同じぐらいなんですよね。400万ぐらいだったら。ってなるとガソリン車にすればもっと燃費悪くなるんで、とはいえ16、7ぐらい出てそうだから、ちょっとごめんなさいという感じですね。じゃあ外装、これはフォレスターかな。理由はね、どっちもね、リアウィンカーとバックランプ豆級なんですよ。そこケチるかって話なんだけど、スバルももうそろそろね、フル LED のリアの透過類にしてほしいですね。NBOX でも最近 LED ですから、NBOX ナンバー2まで LED なんですよ、あれ。新型のカスタムだけだったかもしんないけど。そうだから NBOX でも透過類フル LED な中、フォレスターは未だにちょっとリアウィンカーバックランプ、スバルはリアウィンカー未だに豆級、レボーグとかアウトバックも豆級なんで、カローラクロスもね、それ言ったら豆級なんだけど、もうそろそろ LED にしてほしい。NBOX でも LED ですからね、軽自動車で。あと日産サクラぐらいからもフル LED の透過類になってるの。ルークスとか結構ウィンカーも豆級だって、フロントすら豆級なんでウィンカーは。スペーシアもリアウィンカーとバックランプとナンバー2がね、豆級という状態なんで、トーカルに関しては変わらずと。ただ、
カロクロの残念なポイントとしては、若干イケメンから鼻毛感があるマフラーね。ひょろっと出てるしょぼいマフラー。なんかあれだったら、モデリスタつけて隠せるとかあればいいのに、ないんですよね。ヤリスクロスだと、なんか A セットのモデリスタつければ、消えますね。隠れるとか、あと GR のマフラーつければいいんだけど、カロクロにはそういうオプションはないと。いうところ。ベゼルはエキパイフィニッシャーってオプションつければいいんだよね。ノートワラとカローラクロスはちょっとイケメンから鼻毛は回避はできないかなと。ちなみにヤリスクロスで B セットのやつでも消えはするけど、あれカラードフェンダーついて高いんで、イケメンから鼻毛を隠すだけなら A セットのモデリストで十分だと思います。フォレスターのマフラー結構しっかりしたかっこいいマフラーついてるんでね、ダミーでもないですしね。CX60 のね、ダミーマフラーもどうなのよ問題あるけどね。足し算してるやんみたいな。レスイズモアじゃないんかいみたいな感じですけど。じゃあ内装。これもね、フォレスターかな。理由はね、フォレスターの方がやっぱ明るい内装色が選べるという点ですね。で、ルームランプに関しては、フォレスター確かバニティだけは豆だった気がするけど、LED の比率結構多かったですね、フォレスター。レボーグ以降のスバル車とかも結構、そういうルームランプの類とか LED になってて、内装の質感とかも上がってきてるんですけど、レボーグ以前の車であるフォレスターでもちゃんと LED になってると。現行のレボーグより前にね、フルモデルチェンジしてますから。その辺はね、ちょっとやっぱ、実はスバル内装いいんですよ。内装ガーとか言われてたけど、走りはいいけど内装ガーとか言われてたけど、今のスバルは違うなと。その間にちょっとトヨタがね、ケレン味のない内装とかっていうので、トヨタレクサスシンプルに見せて、運転に集中できるように、汚れなき内装みたいなのやっちゃって、汚れが今までのその単内装とかにあるわけでもないのに、汚れなき内装っつっても何もなしみたいな感じにしちゃって、単調にしちゃったせいで、内装悪くなっちゃって、その間にスバルとかマツダとか、日産とかホンダとかが、三菱がグイグイ上がってきてね、トヨタの内装を叩かれるっていう、ありましたけどね。この辺はね、ちょっとスバルさんもよく頑張ったなと。だってルームランプ、フォレスター LED でも、だってエクストレールとかアウトランダーとか豆級ですからね、ルームランプの類とか。いやだから実はスバル内装いいんだなこれは、じゃあ運転支援これはしょうがない。カローラクロスだって面識がそもそも新しいんだもん。フォレスターね、あと残念なのがこれですね、フロントのソナーがないんですよね。ソナーピピピピピっていうやつね、あれディーラーオプションでつけることはできるけど、パーキングサポートブレーキにあれならないはずなんで、やっぱルークスとかデリカミニとか軽自動車でも当たり前についてますし、NBOX でもパーキングサポートブレーキついたんで、スバルさんもおいおいちょっと課題を持ってね、スバルないんですよ、フロントソナーが。で、アイサイト X がついてると、ディーラーオプションのやつもつけれないと。そんなことあるっていう話なんで、ちょっとね、1メーター以下の高さのものは、フロントはもうブレーキかけれませんって、取扱説明書とかにも書いてるんで、カメラで撮ってる関係でね。ちょっとこれはスバルさんも課題を持ってやっていただきたいなと。NBOX とかスペーシアとかルークスにもありますし、軽自動車ね。そう。トヨタの車とかヤリスクロスとかでもついてますから、こういうの。これはちょっと欲しいかな。で、R&ビューモニターもないと。これはね、ちょっとスバルの1個前の世代なんでね。クロストレック以降ね、ついてる。アウトバックの D 型でつかなかったのは謎オブ謎なんですけどね。ただアダプティブ LED ヘッドライトついてるとか、全車速領域でもレーンキープしてくれるっていう点ではいいですよね。この辺はね、この前ね、復活したオデッセイ、あれにもつかなかったですから、ALH も全車速領域でのレーンキープも。スバルさんね、運転支援とかね、やっぱ分かりやすくていいですよね。ツーリングアシストってついてるものは全車速領域でのクルーズとレーンキープ両方してくれるんで、覚えやすいし、販売現場にもいいし、消費者的にもかなり嬉しいですね。日産のプロパイロットもそうですけど、トヨタはだからレーダークルーズコントロールで一部電波ついてない車とかがあるから分かりにくかったりとかするし、あとなんだっけな、それこそホンダだと、アダプティブクルーズコントロール、もう電波ついてない車とかにもついてたりするし、で、トラフィックジャムアシストもちょっと名前覚えにくいしみたいな感じで、オデッセイつかなかったんで、なぜって話なんですけど、ちょっと。だから、そう、こういうところはやっぱスバルしっかりしてるなと。日産もしっかりしてるけど、スバルもしっかりしてると。あと、カロクロの方がいい点
になっちゃったのがやっぱ PDA がついてるとか、アドバンストパークがついてるとか、あと巻き込みのパーキングサポートブレーキっていうのがついてて、まあ、周りの近接センサーみたいなのもあるんで、より、パーキングサポートブレーキがかかりやすい。だから、アドバンストパークは絶対つけてね、みたいなこと僕言ってるんですよ。自動駐車というよりは、この巻き込みの緊急ブレーキがかかるっていうのが、いい。パーキングサポートブレーキの周囲静止物ってやつですね。周囲静止物。まあ、これがついてるからね、やっぱ、アドバンストパークつけてねって言ってるだけです。はい。じゃあ、ナビとかメーター。まあ、これはカローラクロスかな。まあ、これもやっぱ世代の差が出ちゃってますね。まあ、メーターの情報量がいいと。で、カロクロはね、ナビがね、ポンチでエネルギーフローがディアゴスティーニとか、まあいろいろ、散々ね、いろいろ不満多数なんで、もうちょっとここはカットしますけど、まあいろいろ不満多数なナビになってると。じゃあ、フォレスターはどうなのよって言われたら、そもそもナビレスでいろいろ選べるんで、まあ、イニシャルコストを抑える面でも、車外ナビつけれるっていう点はかなりいいと思います。じゃあ、快適装備ね。これはフォレスターだな。まあ、リアシートヒーターもついてると思う。これはさすが雪国製の、だなというところだと、ラゲッジから2列目をね、倒せるようになってるというところも、やっぱすごいなと思います。ハリアーとかもないですから、エクストレイルとかもああいうの。ラゲッジからパッて2列目倒せた方がやっぱ楽なんでね。あと、フォレスターにはスマートリアビューミラーっていう、まあデジタルインナーミラーですよね。それがついてるというところ。だからね、そう、フォレスターにはついてるのに、クロストレックとかインプレッサーにはついてないっていうのは謎なんですけど、まあ、フォレスターにはついてると。で、確かね、めちゃくちゃ綺麗なんですよ、これ。日産のやつより綺麗でした。はい。まあ、それはね、やっぱ綺麗。まあ、デジタルインナーミラーもそもそもね、使ってるメーカーさんがないですよね。まあ、日産は、そう、ルークスから、まあ、ルークスとかデリカミニとかから、まあ、それこそアリアとかまでつけれるか、正確に言うと。上位車種から軽自動車までつけれるけど、スバルはまあ、フォレスターと、レボーグとアウトバックだけですもんね。まあ、あと、レイバックか。S4 は確かセダンだからつけなかったっていう弁みたいですね、あれ。そう、後方視界とか邪魔するものが乗らないからっていう理由。で、クロストレックとかインプレッサーとかも、まあサイズが小さくて、後方視界も別にってなくてもいいっていうことなのかもしれない。ちなみにトヨタはラブ4とかプリウスとかにならんとつかないっていう。カローラシリーズとかヤリスクロスにはつかないんですよね。まあ、この辺もね、もうちょっと頑張ってほしいところではある。だから日産以外のメーカー、まあでも、意外と進んでないんだろうな、デジタルインナーミラーっていうのは。まあ、レクサスとかも UX とか LBX にはなかったんで、で、ホンダとかマツダにはそもそも設定がないんですよ。あれもどうなのよって話なんですけど、ステップワゴンとかもね、ついてほしいんだけどね、デジタルインナーミラー、なんかディーラーオプションのやつが、ベゼルとステップにはあるんですよ。なぜか ZRV にはないっていうところで、まあ、ホンダとか、マツダその辺遅れてるなって感じがしますけど、まあ、この辺はね、まあ、スバル進んでるかなと、割と。めちゃくちゃ綺麗だしね。まあ、ただ、カロクロはヘブでコンセントが付けれるとか、ドラレコが内蔵されてるっていう点ではいいですよね。まあ、後付けのドラレコとかやっぱ邪魔だって、やっぱちょっと見栄えがあれだったりとか、まあそんな気にならないけどね。あと、なんか線が切れちゃってとか、うまく接続できなくてみたいなのがあったりするんで、まあ内蔵型だとね、楽なんでいいですよね。あと、フォレスターは、つけるナビによってオッドキャストがね、使えるようになってると。この辺も優秀。最近の素晴らしい縦画面になると、オッドキャスト使えないんですよね、あれ。使えるっていう人いたけど、あれは古いオッドキャストは使えるっぽいっていうことと、モバイルバッテリーから給電すればワンチャンいけるかもみたいな、いうのは僕ミンカラで見たんですけど、スバルはね、ちょっとオッドキャスト使えないんで、まあ、フォレスターに関してはナビレスなんで、オッドキャスト使えるナビをつければいいだけの話だけど、まあ、アウトバックとか、レボーグとかでは使えないというのがね、まあ、残念ポイントとして挙げたいと思います。じゃあ、納期。まあ、カロクロ半年ぐらいで、フォレスター1、2ヶ月ってなったら、やっぱ、フォレスター押すでしょと。まあ、内装の見栄えが良かったっていうところ。で、ルームランプもしっかり LED で、マフラーもかっちょいいし、で、快適装備も充実してると。まあ、後席にシートヒーターがあるとか、デジタルインナーミラーがあるとか、ヘッドアップディスプレイがね、ないのはね、ちょっと痛いですけどね、ホンダとスバルだけなんですよ、ヘッドアップがないの。マツダとかトヨタだと本当にマツダ3とかヤリスクロスとか、300万ぐらいの車から設定してるんで、まあでもカローラクロスもね、ヘッドアップないのは惜しいんですけど、ツーリングとかにはあんのになんでそこを差別化したっていうところはね、気になるんですけど、ハテナなんですけど、
あと、普通にやっぱ価格が安いっていうのと、買えるっていう現実的な納期でね、買えるっていうのは何にも勝る性能かなというところでフォレスターを推してます。